こんにちは。ゼロから宅建士第11回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は35条の重要事項、説明を学びました。契約の前に何を説明するかでしたね。今回はその先にある37条書面を扱います。37条書面は契約が成立した後に渡す書面です。35条との違いを軸に整理していきましょう。まず、37条書面とは何かを確認します。これは、契約が成立した後に交付する書面です。契約が成立したら、状態なく交付します。状態なくとは、正当な理由なく送らせないことです。書面には、契約の内容が逸されています。後の言った、言わないを防ぐ、契約の証拠になります。35条の重要事項説明とは別の書面です。35条は契約の前、37条は契約の後と覚えましょう。35条と37条を表で比べてみましょう。まず、交付の時期が違います。35条は契約の前、37条は契約の後に交付します。次に書面の目的が違います。35条は判断材料、37条は契約内容の証拠です。説明の要否も違います。35条は宅建士の説明が必要ですが、37条は不要です。37条書面は交付すれば足り、説明義務はありません。宅建士証の提示も35条は必要、37条は不要です。次に誰に交付するのかを見ていきます。37条書面は契約の両当事者に交付します。売買や交換なら買主と買い主の両方に渡します。貸借なら貸主と借主の両方に渡します。ここが35条との大きな違いです。35条はこれから取得する貸主や借主に渡しました。37条は契約した両方の当事者に渡します。交付する場所については特に制限はありません。37条書面の記載事項を見ていきましょう。記載事項は大きく2つに分けられます。1つ目は必要的記載事項です。これは必ず書かなければならない事項です。2つ目は任意的記載事項です。こちらは定めがあるときに書く事項です。定めがなければ書かなくても良い事項です。この2つの区別が試験でよく問われる急所です。まず必要的記載事項を見ていきます。はじめに契約の当事者の氏名と住所です。次に物件を特定するために必要な表示です。所在や地番などどの物件かがわかる情報です。そして代金や交換先、借賃の額です。その支払いの時期と方法も合わせて書きます。さらに物件の印出しの時期を書きます。売買や交換では移転登記の申請時期も書きます。必要的記載事項で注意する点を確認します。代金や借賃の額は37条だけの記載事項です。35条では代金の額そのものは記載事項ではありません。印出しの時期や登記の申請時期も同じです。これらは35条にはなく37条にだけあります。また、中古など既存建物の売買では追加があります。建物の主要な部分の状況について確認した事項です。当事者の双方が確認した内容を37条書面に書きます。次に任意的記載事項を見ていきます。これらは定めがあるときにだけ書く事項です。まず、契約の解除に関する定めです。損害賠償額の予定や違約金の定めも書きます。次に、代金以外に授受するお金に関する定めです。また、不可抗力による損害の負担、危険負担です。そして、契約不適合責任の内容や
その保証の措置です。ローンの斡旋や控訴効果の負担の定めも対象です。ここで記載事項の違いを整理します。代金や借賃の額は37条だけの記載事項でした。印出しや登記の申請時期も37条だけです。反対に35条だけにある事項もあります。法令上の制限や登記された権利などの説明です。これらは物件の状況で35条だけの事項です。解除や損害賠償の予定は両方に登場します。35条では説明し、37条では定めがあれば書きます。続いて、記名のルールを確認します。37条書面には、宅建士の記名が必要です。これは35条書面と同じ扱いです。記名する宅建士は、専任でなくても構いません。なお、法改正により、保身は不要になりました。35条も37条も今は記名だけで足ります。37条書面は記名した書面を交付すれば足ります。宅建士による口頭の説明は37条では不要です。貸借の場合の注意点をまとめておきます。貸借では移転登記の申請時期は書きません。所有権が移らないので登記の話が出ないからです。契約不適合責任に関する定めも貸借では対象外です。これらは売買や交換に特有の事項だからです。迷ったら所有権が移るかどうかで考えましょう。政策は使用の設定なので登記の時期がないのです。書面の電子交付についても触れておきます。法改正により電子での交付が認められました。相手方の承諾があれば、電磁的方法で提供できます。紙の書面に変えて、電子データで渡せるのです。35条書面も37条書面も電子交付ができます。承諾は書面または電磁的方法で得る必要があります。承諾があって初めて電子で交付できるのです。今日のポイントを表でまとめます。時期は35条が契約前、37条が契約後でした。交付相手は37条は両当事者に渡します。必要的事項は代金や印出し、登記の時期です。宅建士の記名は必要で、保身は不要でした。この4つの軸で37条書面を押さえましょう。35条との違いを意識すると忘れにくくなります。ここで今日のクイズです。37条書面について正しいものはどれでしょう？ A は37条書面は契約の前に交付するです。B は代金の額は37条の必要的記載事項です。C は宅建士が口頭で説明する義務があるです。少し考えてみてください。正解は B です。代金の額は37条の必要的記載事項です。A は誤りで37条書面は契約の後に交付します。C も誤りで37条書面に説明義務はありません。今日のまとめです。37条書面は契約が成立した後の書面でした。契約の両当事者に状態なく交付します。代金の額や印年、登記の時期は必ず書きます。解除や損害賠償の定めはあれば各事項でした。宅建士の記名は必要で、説明と和親は不要です。35条との違いを軸に整理しておきましょう。次回のテーマはハッシュ制限です。業者が自ら買主となる場合の飼い主を守るルールです。クーリングオフや手付けに関する制限を学びます。どんな場面で使えるか、期間や効果を整理します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。